まあ結構足の運びがスムーズに見えればそれっぽく見えるんで、こういうのは。よろしくお願いします。毎度です。またひろえさんが来てます。どうも。で、今日はアニメーションですね。最近じゃあよく動物とか 3D になってるじゃないですか、アニメーションって。馬の走りを手書きでやってやろうと。 3D を使わないで手でアニメーション描く。3D だとまだまだぬめっとした光沢のある馬が結構見受けられるんで。本当の動きとか参考写真を見て自然な動きが描ける方がまだ。歩き走りのパターンは結構ありますからね、馬とか犬とか。描きましょうか。8枚も描けばワンストローク描けるんで。人間を描くときに多分高さを決めてからとかじゃないと。そうですね、パワースがついてた方が良さそうさらにチャレンジ。じゃあ今日は馬の歩いているアニメーションの上にパースで描くチャレンジです。大体の位置を決めちゃいながら描いて。人間を描くときに頭や腰をなんか位置先に決めているんだけど、今回は馬なので胸を丸で位置を決めて、首、頭、呼び方が難しくなりますね。これは左と右で足りないから前右とか言うんですか？左前足、右前足。なるほど、右前足。走るアニメーションだとやっぱり首も頭も動きますよね。そうですね。なるほど。馬の頭のディテールいろいろ書いてますね。耳とか髪っていうか。これは縦髪ですね。馬って T-Rex の形、なんか頭の形に似てるのかな？かなり違いますよ。そうなんですか。昔の話だけど、日野江さんがなんかアニメーターの仕事始まった時になんか一番最初に馬描いてって言われましたよね。そうですね、メカホース描いてましたね。大変そう。あれは、リピートで5、6頭描いて、それ1週間ぐらいかかってたかな、まだ始めたばかりだったから。よし、馬の尻尾とか胸のディテールとかタッチで線を柔らかく描くことはやっぱり人間と違って毛がついてるから重要ですね。まあ人の体も結構タッチを多用するところってありますよね。まあそうですね。服を描いてる時でも。現代だと多分 Google イメージとかで検索したら参考の写真とか動画見つけられるんだけど、アニメーターとして仕事始まった頃どういう風になんか馬の素材調べていましたか？競馬中継とかあるじゃないですか。まあああいうのを見ながら、それでも結構細かいところはね見えないんですよね。動物の動きに関してはパターンが書いてある本があったんで、そういうのを参考にしながら犬とか馬とか猫とか。なるほど。自分がちょうど仕事始めた頃に家庭用のビデオデッキがどんどん普及していったんで、あれは結構役に立ちましたね。なるほど。そしてちょっと隠れがちだけどね、ここはちゃんと書いておかないと。馬って猫みたいに耳の向きを変えられるんだっけ？そうですよ。表情がよくね、耳の角度で判断するんで、猫と同じように緊張してる時は耳を伏せますからね。よし、そして黒い鉛筆で線が描いてくれてます。後ろの足の解剖学的な話だけど、長いところは全部足の指だっけ？ここがかかとですね。なるほど、そうですね。尻尾もあるから尻尾もいろんな動き描かなきゃいけないですね。そうですね。ちょっとこれは短めに描いてますね。サラブレッドだと本当に足首あたりまであるんですよ。長いと。それだったらさらに大変。まあ虫を追い払うため
に結構動かすんですけど、専門学校とかで多分勉強してるアニメーター、どれくらい馬とかロボットとか描ける人がいるのかな。まあまず描けないでしょ。 3D ができたからこういう馬のアニメーションが描ける人は多分少なくなってますかね。そうですね、止めの絵は描けてもそれを動かせとなると無理でしょうね。順番に描きますか。そうですね、一番高い。じゃあさっき描いた絵を後ろに置いて、次は一番高い位置。この位置だと左前足は曲がってる形になってます。そして右前の足は少し前に来てる感じですね。両方上に浮いてる感じですかね。一番高いっていうことはね、浮いてるってことですから。わかりました。よし、尻尾は少し上に上がってる感じですね。で、頭はどれくらい位置変わるのか。だいたい頭はね、こういう風にだいたい引き写しでも全然形変えないならばいいんで、こんな感じかなって。これを1とするとこれは3だな。どの足が地面についてるんですか。この3つが地面についてると思ってくださいな。じゃあ今の絵で左前の足はちょっと地面につく前のポーズですか。ええ。じゃあさっきのは1の前の絵を描いたので、次は、1、3の間ですね。じゃあ1から3は前右足は下から上げて前に行く動きですか。まあそんな感じだと思ってくださいな。3と6は置いてあるので途中の動きなのかな。まあ5番目を作っちゃいますかね。よし。で、6は地面につく前なので、5はさらに上に上がってる感じですね。
めくりながらどういうところは一番なんか集中して確認してますか？足の運びがね流れに乗ってるかどうかですよね。まあ動きはこんな感じですね。すごい。まあ書いといてなんだけど、やっぱり首もうちょっとね上下動させた方がいいかもしれませんね。まあ結構足の運びがスムーズに見えればそれっぽく見えるんで、こういうのは。じゃあ基本的な動きは足が前に行って地面について後ろにずらして繰り返す。まあこれはフォローだからそう見えるんですけどね、実際は足がついて蹴り上げる。気になってるところが右前足を見て、足が上がって地面についたら何枚くらい地面についてるんですか？ここついてるでしょ。4から7までついてますね。わかりました。じゃあ考え方としてその8枚の中で本当に半分くらい地面についてて半分くらい前に動く感じですか？そうですね、走りっていうのは1枚だけ空中ポーズがあるんですけど、これでいうと3番ですね。4本とも宙に浮いてるんで、もうここまで来るともう3本ともこれだけが浮いてて、あとはもうついてますから、次行くと。首の動きなんか前と後ろの動きとかありますか？そうですね、一番前に首伸ばしてるところはここですか？6。そうですね、6あたりがもうちょっと前の方に来てもいいかもしれない。なるほど。まあみんなよく見てないと思うんですけど、馬の蹄ってやつがですね、ちょっとラフで描いて分かりにくかったと思うんだけど、馬の足を後ろから見るとこういう風に球節って言って丸くなってるんですよ。まあそういうところがあるから結構知らないで描いてる人がいるんで、こういう細かいところを描いていくとそれっぽく見えるってことですよね。わかりました。そんな感じですね。はい。ではみんな他のアニメーション動画いっぱいありますので、ぜひドキドキドローイング登録お願いします。よし、じゃあひろえさん今日ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。